いしょ。こんにちは。よろしいですかね。いや今ですね、PC をなくしているというのに気がついてですね、大慌てで探してやっと見つけたところなんで、発表準備という感じではないんですけれども、はい、Good First Issues of TypeLock というタイトルで発表したいと思います。はい、ストアーズという会社で働くフルタイム Ruby コミッターです。なので Ruby の開発が仕事です。自己紹介がてら、最近 Ruby に入れた変更を一つだけ紹介します。エラーメッセージの変更なんですけれども、上が古いやつ、下が、新しいやつです。最初見てわかるのはあれですね、クラス名がここに出るようになったっていうのが、一つ大きな変更です。わかりやすいかなと思います。でもう一つ地味で気がつきにくいんですけど、ここですね。バックティック、皆さん多分経験あると思うんですけど、バックトレースをスラックとか GitHub イシューとかに適当にペタッと貼った時に、マークダウンとして解釈されて、表示が崩れてしまうっていうのがあったと思うんですけど、それが問題だっていうことで、結構長いこと議論されてたんですけど、ついにバックティックからシングルクォートに変えるという判断に至りまして、変えることになりました。今年の末の Ruby3.4 に含まれる予定の変更になっていて、今の Ruby の開発版であるマスターブランチにはすでに入っている状態なので、興味ある人は試してフィードバックもらえたら嬉しいです。それからですね、ストアーズという会社に入って初めて、Ruby 会議に来たので、ちょっとストアーズ社員としての仕事に、を紹介します。ブースの企画を2つ作りました。1つはですね、Ruby エンバギングクイズっていうやつです。この QR コードスキャンしてもらうと皆さんのお手元のスマホで遊べるんですけれども、これはですね、動くコードは、RubyWasm で、ちゃんと動くコードは、出てるんですけども、指定されたエラーが出るようにエンバクしてくださいっていうクイズになってます。言われたエラーが出るように、わざと壊して、それで、そのエラーが実際に出たらそのステージはクリアっていう感じになってます。1日3問遊べて、3問解くと、ストアーズブースに行って解けたよっていうのを見せると、商品がもらえるようになってます。Day1、Day2、Day3 っていう3セット全部で9問あるんですけども、それぞれ解くと、合計3つの商品がもらえるので、ぜひやってもらえればと思います。で、もう一つはですね、Ruby のペーパークラフトを作ったんですね。これ完成品の、Ruby のペーパークラフトなんですけども、ただのペーパークラフトじゃない。この下の方にちょっと薄いんですけども、螺旋状にですね、Ruby コードが書いてあるんですね。これ、螺旋状なので、長い一行なんですけども、長いワンライナーで、これを実行すると何が出るでしょうか。クワインって書いてるからわかるかなと思うんですけど、PDF が出るんですね。その PDF を開くと、元の展開図が出てくる。っていうものが、置かれてますので、コードは後日、ストアーズの、テックブログの方で紹介すると思うんですけども、ものがせっかくあるんで、ちょっと余り気味かもしれないんで、必ずこのを聞いた人は、ブースに行って受け取っていただければと思います。ということで、ストアーズのブースに来てください。ということでした。はい。では本題に入ります。タイプロフの話をします。タイプロフとは何ぞやっていう話なんですけども、現在開発中の Ruby のエディターの支援機能です。型エラーの、可能性を指摘したり、あとは定義ジャンプとかですね、メソッド名の保管とかが、できるようになっている。で、それだけ言うと、スティープとかソルベとか、と同じ目的なんですけれども、何が違うかっていうと、タイプロフは、全てのメソッドに形容詞を書いてねとかっていう要求はしないで、どのくらいできるかっていうのに挑戦しているというところが、ちょっと違うところになります。ちょっとデモをね、ざっとお見せしたいと思います。よいしょ。画面の上が切れるんだな、これ。ちょっと小さいですけど、これでやらせてください。ですね、これタイプロフ拡張の入った VS コードの画面なんですけれども、特徴としてはですね、こんな風にメソッドの上に推論された型が出てる。これがタイプロフの一番の特徴、現在の一番の特徴になっています。このメソッドはこういう型を受け取ってこういう型を返すんだなっていうのが、ユーザーが書いたんじゃなくて、これはタイプロフが推論した結果が出ているという感じです。それから、型エラー、例えばわざとインテジャーストリングの足し算とかしてみると、ここでですね、ちょっと分かりにくいんですが、failed to resolve overloads っていうエラーメッセージで、赤線も出ているのでエラーが出ているのが分かるかなと思います。ついでにこのメソッドはインテジャープラスで、それは、RBS でこんなふうに宣言されているというのも分かるようになっています。とか、あとは、タイとかって書くと、保管ですね。メソッドが、タイムズって書きたいんじゃないのっていうのを保管して、表示してくれたりとか、あとはですね、もうちょっと
実務的な例でお見せすると、定義ジャンプ。ですね、例えばこれローカル演舞のニューメソッドを呼んでいるんですけど、これの定義ジャンプをすると、プラス、ローカル演舞のイニシャライズのところに飛べる。すごい便利ですね。メソッドだけじゃなくて定数名もですね、ちょっとわけわかんない定数名なんですけど、これクリックすると、CREF メソッドの、トップレベルの、定義のところに飛べたりします。ですね、これはトイプログラムでしか動かないというわけじゃなくてですね、このコードってタイププロフ自身のコードを、タイププロフで解析している状態なんですけども、今7000行程度解析機の部分にあります。なんですけど、それでもこんな風にリアルタイムに応答するぐらいの性能で動いているという感じです。ここまではね、ざっくり昨年もお見せした内容なんですけど、ここからちょっとだけ新機能の紹介をします。例えば、一番便利で目立つのがですね、リネームですね。このところで F2 キーを押して、さっきこれの練習でやったんですけど、まともな説明にします、定数名にします。じゃあ今これ変わりましたよね。でもちろん定義のところもこのふうに変わっている。他のところでもこれ定数参照されてないけど、それも自動的に変わってます。でも省略しましたけど、メソッド名も同じように書き換えられたりします。あとですね、GoTo References っていうのもあって、これ何かっていうと、こうやって、GoTo References っていうのを選ぶとですね、この定数を参照している位置一覧っていうのがパッと見える。ちょっと大きくしようかな。ここで CREF トップレベル定義してます、定義じゃない、参照してますねとか、これも参照している位置がずらっと見えてるっていう感じですね。これすごい便利で、この定数の中身を書き換えたら何が起きるかっていうのを考えるときにめちゃくちゃ実際に役立っている感じです。もちろんメソッドの方もできて、こうやってやるとこのCREF クラスの GetSelf メソッドを呼んでいるところがこんなふうにですね、ずらっと出てくる。一覧こんなふうに出てきます。というような機能があったりします。分かりやすい機能としてはこのくらいなんですけれども、どうでしょう？なんかすごいくないですか？全然型書いてないのにこれができている。ね、使いたいと思っていただければと。ありがとうございます。はい、拍手を要求したんですけれども、はい、そんな感じでデモでした。ざっくりこんな感じのものが、タイプロフですという紹介でした。これはデモの動画なんで飛ばして、ですね、で今日は何の話をするかと言いますと、タイプロフの開発を、手伝ってくれる人が欲しいという話です。タイプロフはですね、時々手伝ってくれる人もいるんですけれども、実質私一人で開発してるんですね。で正直それだと手が足りないという単純な話もあるし、自分のモチベーション的にもなかなか辛いっていうのがあって限界があるなっていうのを感じています。なので協力者を今日は求めたいなと思ってきています。でそのためにですね、今回はそのタイププロフをユーザー向けにどうやって使うべきかみたいな話を一般論みたいな話をするというよりはタイププロフをどうやって開発しているのかっていう話を中心に紹介してみたいかなと思っています。とはいえですね、開発をするにはまず手元で動かすっていうのが必要になるので、まずは皆さんの手元で動かす方法から解説していきたいと思います。ですね、といってもそんな難しくないです。こんだけですね、Ruby3.3 をインストールする、VS コードのタイプロフ拡張をインストールする、あとは Git クローンでタイプロフの最新版を持ってきて、でそれを VS コードで開く。ざっくり言えばこんだけでいけます。ここからそのスクリーンショットいっぱい使ったチュートリアル的な説明になるんですけれども、ここにもうすでにこの資料を置いてありますんで、それを見て、後でやるときにやっていただければいいかなと思います。少し詳しく、今の手順を言うんですけど、まず Ruby3.3 のインストール。正確にはですね、Ruby3.2 でもおそらく動くと思います。ただし、Prism を使っているので、Prism をインストールしてもらう必要はあります。でそれから VS コード拡張ですね。VS コードの拡張検索の画面これなんですけど、その中でタイププロフって書いてもらうと、出てくる。このタイププロフっていうのが出てくると思うので、このインストールを押す。うまくいけばこれだけ、うまくいけばというか、これで、拡張のインストールはできるはずです。で、そしたら、お好きな方法で、このタイププロフの、コードを Git クローンしてもらって、それを VS コードで開くと。ですね、その後も動いてるか確認するためにはですね、live タイププロフ core っていうディレクトリの中の適当なファイルを開いてもらって、さっきみたいにメソッドの上にですね、こんなふうに推論結果が出てるとタイププロフが動いてるっていうのが確認できます。もし動かなかったら、ご相談ください。ちなみに現在はですね、この
live type prof core というディレクトリの中しか解析対象にしないというふうに設定してあるので、そのディレクトリの外のファイルを開いても、こんなふうに推論結果は出たりしないし、保管とか何も特に動いたりしないのでご注意ください。はい。これですね。推論結果が見えるという話で、ということで、タイププロフが最低限動くのは今の手順が最短だと思うんですけども、やっぱり自分のコードでも試してみたいという人がいるかなと思います。で、あらかじめ言うんですけども、タイププロフはまだ未対応の Ruby 構文が、すごくたくさんあってですね、わかりやすいのが、キーワード引数もちょっと一部、使えないところがあったりします。なので、そのキーワード引数を使っている Ruby コードを食わせると、タイププロフが異常終了します。なので、おそらくあなたのリアルな Ruby コードではすぐには動かないんですけど、遊び方として一応紹介したいと思います。まず VS コード拡張でタイププロフのパスを設定して、それからタイププロフの設定ファイルというのを作ります。で、VS コードでディレクトリを開き直せば、うまくいけば動くという感じになります。パスの設定はですね、今度は、VS コード拡張のセッティングっていう画面でタイププロフを検索する。すると、こんなふうにタイププロフのサーバーパスっていう設定のが出てくるので、このエディットっていうところを押します。すると、JSON が直接編集できるようになって、このところにさっきクローンしたタイププロフのパスの中の bin タイププロフっていうやつを、指定すると、これで、この先、最新版のタイププロフを、VS コード拡張が使ってくれるようになるはずです。ちなみにこの機能は、RubyWasm の発表を今日した家庭さんが実は作ってくれた機能だったりします。はい、設定します。で、それからですね、あなたのプロジェクトに、こんな風なタイププロフ conf.json というファイルを作ってもらうことになります。とりあえず、この設定ファイルのフォーマット、JSON にするのかも含めて、暫定でとりあえず入れてます。なんでかっていうと、タイププロフを使うつもりがないプロジェクトで、タイププロフが、まだ未完成なのに変に反応してエラーがダーッと出るとかっていうのは、めんどくさいかなと思ったので、タイププロフを使いたい人は、こういうファイルを一旦作ってもらうっていうのを、オプトインにするために、このようにしました。最後に、そこまでいったら、さっきのファイルを、開いてもらうと、こんなふうに推論結果が出ているはず。すごい簡単なコードではね、動くようになってます。すごく言っても、タイププロフが7000行ぐらいあって、結構本格的に書いてても、機能で、使ってない機能をうまく回帰すれば動くっていう感じですね。ですね。で、よくタイププロフは落ちるんですけれども、例えばこんなふうにキーワード引数を中途半端に書こうとすると、この構文はサポートされてませんよと言って、ですね、アウトプットパネルの中の、Ruby タイププロフというログの中に、こんなふうに、この、ノードには対応してませんっていうようなエラーで落ちたりします。でですね、こういう時は慌てず騒がずですね、まず、フィックスザコード、キーワード引数を消す、使わなければ動くので消して、でそれからコントロール P を押してタイププロフリスタートというコマンドを探して選ぶと。そうすればタイププロフが再起動して、あと今までのようにする結果が出るようになるはずです。タイププロフの開発ではとりあえずこんなふうに対処するしかないので、対処すると良いと思います。ということで、ざっとまとめると、VS コード拡張を入れる、タイププロフ最新版を Git クローンする、タイププロフ conf.json を足す、で、ファイルを開いて祈るっていう感じで、タイププロフは、とりあえず動くんではないかなと思います。さっき、1個前のページでお見せした通り、キーワード引数が未対応とか、全然一般的な意味で実用段階とは全然主張できないんですけれども、ちょっと気をつけて、書けば、とりあえず、タイププロフぐらいの規模の、コードでも動くようにはなっているので、遊んでみるっていうぐらいの気持ちだったら、いけるかなと思います。で、もし動かなかった時に、キーワード引数をずっと使い続けないっていうわけにいかないので、次に話すのは、タイププロフにパッチを書いていきたいわけですね。キーワード引数のサポートをするとかっていうのをやっていきたいと思います。ということで、次はタイププロフの開発の仕方、流れを説明していきたいと思います。タイププロフの開発は、まずテストシナリオっていうのを書きます。で、それからその未実装の機能を実装する。で、最後にテストがパスしたら OK。テストシナリオをパスしたら OK という感じです。順に説明しますが、今回、簡単な例として、この機能、ごく最近対応した例として紹介するんですけど、シンボルの、インターポレーション付きの構文ですね。あんまり使う人はいないような気もするんですけど、こういうのが Ruby にあって、これをサポートする例を、紹介します。で、まずはテストシナリオ DSL を書く。これがテストシナリオの簡単な例なんですけども、どう読むかっていうと、最初のこの3行のところですね。これが入力です。Ruby、テスト.rb っていう名前でこういうファイルができたとしますっていうのが、
上の3行4行で、宣言されているところで、それを、その結果タイププロフは解析をして、型推論の結果は、こうあるべきですよというタイププロフ RB の中すみませんテスト RB の中の、解析結果はこのようになるべきだというのが宣言されている、だから期待値ですねこれは。このようになれば、負の返り値がシンボルであるというのが確かめられて OK というふうになります。これが、テストシナリオ DSL っていうものの例になってます。なんで、シナリオって言ってるかっていうと、これ編集の流れを表現できる、DSL になってるんですね。例えばこれ最初の1行をテスト RB として、書いたとします。これコロンがないのでこれストリングのリテラルですね。なので推論結果もストリングであるというふうに推論されるべきであると。でそこから、コロンを書き足した編集をしたとすると。そしたら、今度はこの返り値はシンボルにならなきゃいけないよというのを宣言しているというふうになります。後で説明するんですけども、タイププロフはですね、編集前の解析結果っていうのを保持していて、編集されたメソッドの差分解析をするっていうことをするので、時々こういう編集の流れによって、推論結果がバグってしまうっていうことがあったので、それを表現できるように、作ったっていう感じになってます。で、あと、編集を表すのがアップデートっていうコマンドで、推論結果を検証するのがアサートっていうコマンド。今この2つしか見せなかったんですけども、他にもあって、例えばマウスホバーをこの、この行、このカラムでやった時に何が出力というかポップアップされるべきかっていうのを検証するホバーコマンドとか、定義ジャンプした時にどこに飛ぶべきかっていうのを検証するデフィニションコマンドとか、いろいろある DSL になっています。で、このようにして書いたシナリオファイルは、トゥールシナリオランナーっていう、Ruby スクリプトで実行するようになっています。これを書いた時点ではまだインターポレイティッドシンボルに対応してなかったので、そんなノードを知らないというエラーになっているのがわかります。で、あとは実装するだけですね。ざっと、そんな大きなパッチで書いて、これを実装した上でテストをもう一回走らせてみると今度はパスするということで、これで、さっきの足りなかった項文を追加したっていうふうなことになります。あとはプルリクエストにするなり、コミットするなりすればっていう感じになってます。ということで開発の流れのまとめなんですけれども、テストシナリオを書いて、実装してテストシナリオをパスさせる。当たり前では当たり前なんですけど、こんな感じの流れでやっていきます。で、当然肝心のどうやってじゃあ実装するのっていう話を説明していくんですけども、その前にですね、一つお伝えしたいんですけども、タイププロフで遊んでみてもらえると嬉しいです。で、結構未実装な機能とかおかしいところとかどんどん見つかると思うんで、そういうのに対してテストシナリオを書いてそれをプルリクエストにして送ってくれるっていうだけでも大歓迎です。シナリオディレクトリっていうのがあって、その中にノンイシューズっていうディレクトリがあるんですけども、動かしたいけど動かないテストシナリオがもうすでにいくつか置いてありますので、そこに足してもらうようなプルリクエストを送ってもらえると、多分何も見ずにどんどんマージしていくんで、その後も実装することを考えていくと思います。はい。ということで、それだけでも暇な時にやっていただけると嬉しいです。で、じゃあどうやって実装するのという話になっていくんですけれどもですね、端的に言うとこれはもうコード読んでくれっていうふうに言うしかないっていう感じなんですけれども、正直ね、今までみたいに個々に丁寧に説明してたら、キリがないので、丁寧には説明できないんですけども、これからはですね、コードを読む時の手がかりになるような設計レベルの情報を、説明していこうかなと思います。最終的に細かいところは読んでいただければと思っています。ということで、タイププロフのインターナルのオーバービューをざっと説明していきます。タイププロフはデータフロー解析をベースにした解析機になっています。なので、最初の一歩は、Ruby コードをグラフに変換することになります。読み方はなんとなくわかるかなと思うんですけど、123っていうのを、X に代入していると、123から X に矢印があって、X を Y に代入していると、X から Y に矢印があってっていう感じで、データフローのグラフが作られていると。で、それからリテラルとか、手がかりに、123はインテジャーだっていうのが分かるので、インテジャーがこんなふうに伝播していく。で、ここはですね、インテジャー 2s っていうメソッドが、ストリングを返すことは RBS で明確に宣言されているので、そっちを尊重して、この返り値はストリングであると。で、こんなふうにストリングを伝播させていくと、各変数に何が入ってくるのかな、どういう方があるのかなっていうのは分かるし、各メソッドが、何を受け渡すのかなっていうのも分かるというふうなのがタイププロフの基本的な解析戦略です。で、このグラフの中で登場するのが、四角いやつは、ソースっていうやつ。で、これは入力なしで、決まった型を押し流し続ける、点です。で、こっちは、バーテックスって言ってるやつで、これはですね、入力を受け取って、それをただ出力に流すっていうものになってます。
ここの例だと、一入力一出力の例しかないんですけども、複数の入力があったらそれらのユニオン型を取って、全ての出力先に押し流すっていうようなのがバーテックスの動きになります。あとですね、ちょっと大きい、緑色の四角がボックスっていうのがあって、これは呼び出される先によってちょっと挙動が違う、ちょっと難しいやつなんですけども、メソッド呼び出される先は Ruby でしか定義されてないものだったら、実際に線をつないで、型を、伝播させるし、先が、RBS で宣言されているものがあるんだったらその RBS を尊重して引数があったらその形でいくとかもするっていうような点になってます。はい、これがざっくりとした、アイデアになります。でもう少しそのグラフを作るまでの話を詳しく言うと、コードを最初ユーザーが書いたのを受け取ってプリズムで、パースします。で得られた AST を、プリズムのノードをちょっと変えて、ラップした自分独自の AST をあるんですけど、その上で、チェンジセットっていうのを作ります。ですね、この AST からはこういうさっきの緑の四角を作らなきゃいけないとか、ここからここに線をつなげなきゃいけないとかっていう情報をまとめたものです。で、これを全体のグラフでっかいグラフに、インストールするということをした結果こんなふうになるっていうのが、実際のデータフローの流れになってます。なんでこんな、一段チェンジセットっていうのをかましてるかっていうと、差分解析のためなんですね。A.B、A.RB、B.RB、C.RB っていうのがあって、それぞれチェンジセットがあって、それらを、全部一つの大きなグラフにインストールしてるっていうのがタイププロフの、やってることで、ここで、C.RB を編集しましたっていうふうにします。でその時タイププロフはどうするかっていうと、C.RB 由来で作られたチェンジセットをリバート、アンインストールっていう言葉で呼んでるんですけど、これをグラフから取り除きます。で、その上で、新しい編集された後の C.RB からチェンジセットを作り直して、それをグラフに再インストールする。で、新しく作られたエッジに、型を流すとかという処理はあるんですけど、基本的にはこれで、差分解析をしていきます。簡単なためにファイル単位での、説明をしたんですけど、実際にはこれをメソッド単位でやるようになってます。なので、一つのちょっとデカめのファイルの中でも、全く、変化がないメソッド定義は解析結果が再利用されるようになってます。タイププロフの、ディレクトリ構成ざっと説明しておきます。2つ大きくディレクトリがあって、LSP ディレクトリとコアディレクトリ。LSP ディレクトリには、VS コードとかと、通信するための LSP、ランゲージサーバープロトコルっていうのがあって、それを、喋る LSP サーバーっていうのを、実装しているところになります。解析機本体は全部コアの中に入ってて、サービス .rb っていうのが解析機の公開 API が入っているところになります。LSP サーバーは基本的にこのサービス .rb を叩くのメソッドを叩くと。で中は、実装がいろいろあって AST スラッシュの中には、さっきちょろっと言った AST をラップしている、定義群がいろいろある。グラフスラッシュの中にはさっき言ったそのソースとかバーテックスとかなんたらボックスみたいなのがいっぱい定義されている。あとタイプ .rb には、タイププロフが使う型の一覧が定義されてて、演武スラっていうのは紹介しなかったんですけど、クラス階層であるとかどこの階層に、メソッド定義があるかとかインスタンス変数があるかとかそういう話を、管理するものがここで定義されています。で、タイププロフ読んでみたいと思ってくれた人に、お勧めするのは、まずサービス .rb が一番読みやすいスタート地点になるかなと思います。公開している API でそこからトップダウンにアルゴリズムを読んでいくこともできるし、あと LSP の機能を何かいじりたいと思ったら、とりあえずここに API を生やすということを考えることになるかなと思います。で、あと AST スラッシュの中は比較的難しくない簡単といっても簡単というほど簡単じゃないんですけども、抽象構文義っていうのを知ってたらなんとなくわかるんじゃないかなと思います。チェンジセットを作るっていう処理も大体ここに入っている感じになります。で、演武スラッシュとかグラフスラッシュとかは正直難しいんですけれども、結局いじらなきゃいけないところは結局この辺が多くて大変なんですけど、チャレンジャー募集という感じにします。はい。ということで、超駆け足でインターナルの紹介をしたんですけども、最後にこの発表を聞いていてくれたら嬉しいんだけど、貢献考えてみたいなと思った人のために、タイトルにもあるその最初に取り組むと良い課題っていうのをいくつか紹介しておきます。最初に取り組むと良いから簡単というわけではなくてですね、難しいんですけれども、その中でもこれは簡単だろうというのはまずタイププロフで遊んでくれっていう話です。で、なんか変なところを見つけたらテストシナリオを書いてねっていうのはさっき述べた通りです。でそれから、それじゃつまんないという人はぜひ今まだ足りない Ruby の構文とかあと RBS の構文も全部は対応できてないはずで、その辺を、サポートしていく方法を考えると。
簡単なやつはさっきのストリングシンボルインターポレーションとかは全然簡単な例なんですけども、難しいやつは全然レベル1じゃないっていうこともしばしばあって、しかもやってみないと本質的に難しいことが隠れてるかどうかを見破れないこともあったりしてですね、ちょっと難しいんですけども、その辺覚悟してやってもらえると嬉しいかなと思います。あとは型推論のコマンドラインツールとして、まとめるっていうのも、あります。今回はLSP サーバーとしてのタイプフローしか紹介してないんですけれども、型推論の機能はそれはそれとして便利かと思うので、コマンドラインツールとしてまとめておきたいと思ってます。なのですが、実はさっきツールシナリオランナーの中に、DSL の中にアサートっていうのがあったんですけども、あれでも実質、推論結果を文字列化するところで実装してあるので、タイプロフコマンドにその辺をいい感じに引数をサポートして実装する、移すっていうだけにはなるかなと思っております。レベル2になると、ちょっと難しいんですけど、エラーメッセージを改善するっていうのは山ほどあると思います。最初のデモでも見せた failed to resolve overload ってわけわかんないですよね。オーバーロードしなくてもこれが出るんですよね。本当になんか UI の作り込みが全然改善の余地があるっていう感じで、しかもメソッド名のところに線が引かれるんですよね。でも当然期待としてはやっぱ間違ってる引数のところに線が引かれてほしいし、エラーメッセージも何を期待してるのに何だったよっていう、特にオーバーロードがない時にはこういうふうに表示してほしいですよね。もうこの辺は本当に作り込みっていう感じで全部後回しになってます。他にもそのエラー表示したいなと思ってる表示するべきだなと思ってるんだけども後回しにしててto do レポートなんたらエラーみたいなのをコメントに残してるところもあるので、その辺を探してみてもらえたりすると面白いかも。あとはですね GoToDefinition の、拡張ですね。お見せしたのは定数とメソッド呼び出しだけだったんですけども、他にも、変数がいろいろまだ実装できてないです。ローカル変数は比較的独立してやれるかもしれない。インスタンス変数は割と必要なものが揃っているので、やればやるだけかなとは思うんですけど、大変かなとも思います。はい。で、レベル3はもういっぱいあるとは思うんですけど、4つほど挙げておきます。一つは、保管を賢くするっていうやつ。LSP 用語全然説明してないんですけど、今はトリガーキャラクターっていう種類のイベントしかサポートしてないし、表示するのもメソッド名だけです。なんですけども、他のトリガーイベントもいくつかあるので、それをサポートするとか、あとは、当然変数名とかね、定数名とかの、保管も欲しいなと思っています。で今日全然説明しなかったけど、フローアナリシスも、もっと改善していく必要があります。if バーって書いたら前節の中ではこのバーは、二類にもフォルスにもならないっていうのを推論する仕組みはもう一応この形に限ってはあるんですけども、アンドを使うとできなくなるとかですね、ちょっとこの辺も細かい作り込みをしなきゃいけないところで後回しになっているところになります。あとはですね、明日の最後の方に、RubyLSP の話があるんですけども、これってプラグインをサポートする機構になっているので、タイププロフ今単独の LSP サーバーとして作ってるんですけど、RubyLSP のプラグインにできたらいいなとか、今日発表のあった、RBS インラインも、サポートしていきたいなというふうに思っています。他にもね、やることいっぱいあるんで、いっぱいありますという感じです。ということで、会議発方法駆け足で紹介してきました。最後にまとめます。ですね、今年の予定は、今、Ruby や、RBS の、すみません。Ruby や RBS のシンダックスを全部サポートしてないって言ったんですけど、それを今年中にはやりたいと思ってて、あと、で、Ruby に現在一応タイププロフの古いバージョン、かなり古いバージョンがバンドルされてるんですけど、それを、今一から作り出している、新しい版に置き換えたいというふうに思っています。あとは、実際にタイププロフ使いながらタイププロフを開発して、ドッグフーディングで、課題を見つけていくというのをやっていく予定です。で、来年以降は、もっと必要な機能が全然足りていないのを実装したり、解析精度や解析速度改善とか、あと Rails で、実際に使えるようにするっていうのは、来年以降考えていきたいなというふうに思っております。はい。ということでまとめです。タイプロフの遊び方と、開発の仕方を貢献しました。タイプロフで遊んでみてくれたら嬉しいですし、気になったらテストシナリオを書くだけでも嬉しいので、VR してくれると嬉しいです。で、腕に覚えがあったら、コードを読んでもらえると嬉しいです。はい。ということで、チャレンジャー待ってます。ありがとうございます。一つだけアナウンスあります。ですね、昨日のキーノート見てみんな気持ちが何かあったんじゃないかと思うんですけども、僕もありました。ですね、来年トリック2025をやることを、決めました。
もうすでに松本さんに昨日提案してアクセプトされたので、やることになってます。なので、ですね、伝えたいのは、これを面白いイベントにするためには面白い投稿が本当に必要なんです。なので、皆さん、昨日ペンさんに、奇妙なことを書いてっていうふうに言われたと思うんですけど、書くだけじゃなくて書いて投稿するっていうところまでぜひご検討いただければと思います。皆さんの面白いことを待ってます。はい。これで本当に終わりです。ありがとうございます。ありがとうございます。